JS キャスト鋳造欠陥予測シリーズナンバー1。砂型、重力鋳造プロセスにおける建設機械部品の解析事例をご紹介させていただきます。本資料の目次です。主に、湯流れ解析結果と、凝固解析結果を、この順に、ご説明させていただきます。解析対象部品の概要についてご説明させていただきます。鋳物材質は FCD450、フラン鋳型で法案重量は 311kg です。製品上部には7個の押し湯があり発熱材に覆われています。そして、水色部分の中等口より1380度の溶洞を追い込みます。これより、湯流れ解析結果をご説明させていただきます。まずこちらは、湯流れ解析結果の温度分布表示です。紫色部分は未充填領域を表示しています。縦湯口付近のオレンジ色部分は高温で、製品内に薄くある青色部分は低温領域を表しています。製品上面にある充填完了間際での紫色の未充填部分には、湯回り不良やガス欠陥の発生が予測されます。それでは、動画を再生します。こちらは、充填完了間際の製品上部の温度分布断面です。全ページと同様に紫色部分は未充填領域を表しています。また、断面内には溶洞の進行方向を示す速度ベクトルも同時表示させています。これにより、溶と先端の交わる位置と、そのタイミングにおける温度状態より、湯境などの欠陥予測も可能です。全ページの充填時間 14.2 秒後から 0.2 秒後の温度分布結果です。未充填部分の領域は徐々に狭くなり、最終的に残る領域には、湯境やガス巻き込み欠陥などの発生が予測されます。こちらは、充填完了後の積別流入表示です。8箇所の積断面から流入した溶洞の領域を色分けで表示しています。複数の積を持つ鋳造法案では活用されていて、積別流入変化曲線も同時に出力します。これにより、積の位置や断面積の妥当性を再確認することができます。それでは、動画を再生します。中等口から一定間隔でマーカを放出する湯流れ流積表示です。鋳込み初期のマーカは青色で、途中黄色になり、充填完了間際ではオレンジ色のマーカが流れていきます。最初に流入した青色マーカには、酸化皮膜や介在物などが含まれていると仮説を立てて、追跡を行ったり、マーカが同じ領域で、激しく渦を巻いている場合は、ガス巻き込みや砂上の可能性を予測することができます。それでは、動画を再生します。この、ノロ砂紙マーカは、事前にマーカの直径と密度などを設定してから湯流れ解析を行います。マーカは中等口から指定した時間間隔で、溶洞と一緒に鋳型内へと流れていきます。そして、
事前に設定する鋳型近傍距離や温度、固装率などの付着条件に満足すると付着マーカとなります。この画像では、最終充填時において、鋳型表面に付着したノロス中身を予測しています。それでは、動画を再生します。全ページでは、ノロス中身付着マーカを、温度分布表示と重ね合わせて見ていただきましたが、このページでは、設定したノロス中身マーカ発生条件を満たしたマーカを表示しています。表示している紫色のノロス中身マーカは、充填過程において速度が2メートルパー秒、または圧力が 0.01 キロパスカル以上となったものです。ノロス中身マーカで付着したマーカをご覧いただきましたが、ここでは、付着した要因を表示しています。図中の付着判定にある 2mm の鋳型近傍距離に属し、移動距離が 2mm、温度が1150度。そして固装率 0.6 という条件を満たしたマーカを表示しています。黄色マーカは鋳型近傍移動で、オレンジ色は温度と固装率によるものです。これより、凝固解析結果をご説明させていただきます。まずこちらは、製品と押し湯道を含めた凝固過程で、表示している領域は未凝固を表しています。この未凝固部は押し湯内部では特に問題ありませんが、製品にかかっている場合は非ケスの発生が予測されます。それでは、動画を再生します。この、凝固ホットスポット表示は、凝固アニメーションでは見落としがちになる、孤立凝固を表しています。配色は、青色は早く凝固した領域で、オレンジ色は遅く凝固した領域を示しています。凝固したタイミングが早い青色の領域であっても、孤立凝固した領域には、周囲からの溶糖補給が途絶えてしまい、凝固収縮による非ケスの発生が予測されます。XY 平面で確認した凝固ホットスポット表示です。矢印で示した製品内の孤立凝固の位置に非ケスの発生が予測されます。このポロシティ予測は酸化皮膜、ガス巻き込み、非ケスを同時に結果表示させることができます。血管発生位置と大きさを簡単に予測することができます。表示しているマーカの大きさは血管予測のサイズを表しています。ポロシティ表示を3面図に展開したものです。右上画像内の製品内の赤丸部分には、非ケスが予測されます。左上に出てくる凝固ホットスポット表示で、予測した孤立凝固位置と一致しています。凝固時間表示や温度勾配表示による非ケス予測では、見落としてしまうような非ケス予測も。このポロシティ予測のマーカ表示で、見落とすことなく、非ケスなどの血管を確認することができます。ポロシティ予測結果で、同時表示させると、解析モデルによっては確認しづらくなる場合もあります。その際は、表示を酸化皮膜、ガス巻き込み、非ケスにそれぞれ分解させることもできます。赤色のマーカは酸化皮膜を表しています。計算条件も簡単で、溶糖が衝突するときの衝突限界速度と衝突限界固装率の条件で、酸化皮膜が溶糖内に巻き込まれるかどうかを予測します。湯流れ充填過程で、溶糖に巻き込まれて、発生したガス巻き込みを予測したものです。最後に、ポロシティ予測による、非ケス予測です。製品上部の小さな押し湯やサイド押し湯内にもマーカは確認できますが、特に、ここで注意しないといけないのは、矢印が示した製品上部にある、非ケス予測です。この位置は、先のページでも見ていただいた、凝固ホットスポット表示位置と一致していることから、凝固収縮による非ケス発生の可能性が高いと考えられます。
こちらは、ポロシティ FCD における非消予測結果です。これまでの非消予測表示は、凝固時間や温度勾配が元となっていましたが、液層収縮、黒煙膨張、凝固収縮による、凝固過程で発生する芋の内部の応力より、非消の発生を予測します。非消を予測する応力最大値は、主に鋳型強度を参考にします。全ページの応力最大値表示を3面図に展開したものです。応力値60メガパスカル以上に絞り込んだ非消予測領域は、凝固ホットスポット表示やポロシティ表示と、ほぼ同様の位置にあったことから、これらが示す位置には、非消の発生が予測されます。こちらはオシユ解析による、マクロ非消率表示です。これまでの非消予測では考慮していなかった、鋳物の非消量や重力方向を考慮することで、オシユトップからの非消を定量的に予測することが可能です。続いて、製品の Y 方向断面における、マクロ非消率表示です。製品上部には、非消率の大きい非消の発生が予測されます。マクロ非消率表示と、非消予測としてよく使用されている、等凝固時間断面表示との比較結果です。オシユ上面の一次非消と製品内部のマクロ非消を予測する場合は、マクロ非消率表示。製品内における指向性凝固や孤立凝固による非消を予測する場合は、等凝固時間断面表示が適しています。その他、解析計算の情報についてご説明させていただきます。今回の解析で使用しました、製品と鋳型の主要な熱物性値です。ポロシティ FCD 解析で使用しました、製品の凝固特性値、計算条件設定と機械的性質です。凝固解析のオシユ解析では、重力方向や凝固収縮率、流動限界固相率などを入力します。中等口からの鋳込み速度と、鋳込み温度の設定画面です。これらは、時間の経過とともに、自由に設定していただくことが可能です。今回の鋳造プロセスと、この要素数であれば、高速モジュールを利用することで、湯流れ解析が6分、凝固解析が42秒で終了させることができます。本資料について、ご不明な点やご質問がございましたら、JSCast 専用メールアドレスまでご連絡ください。ご清聴ありがとうございました。